こんにちは、みくらです。前回に引き続き、小麦農場を開拓していきますね。今回作るのは風車です。建築現場まで歩いて向かいますね。こちらは前回建てた小麦農場さんの家。一応手を洗っておこう。今回作る風車小屋の方もよく訪れるらしいです。小麦農場さんの家は、こういった打ち合わせ用のスペースも作ったのですが、今回作る風車小屋は、小麦を引く風車を目立たせたいので、生活スペースを小さめに作ろうと思います。これは別で作った井戸。農作業に必須かなと思って作ったのですが、よく考えたら水道通っている家なんですよね。いいんです。雰囲気です。前回から小麦農場の道も整備し直しておきました。それっぽくなっているかな？畑の横に水路が通っている感じ、好き。こちらが今回の建築現場。小麦畑のど真ん中です。ここに風車小屋を建てていきますね。まずは土台から、石ブロックを積み上げてベースを作ります。パワー4。風車小屋の仕組みである、歯車、臼、小麦の内装もできるだけ再現したいのですが、マイクラのブロックでどこまで表現できるかは謎。風車の羽が回ると内部の歯車も回り、石臼がくるくる動いて、小麦を小麦粉にする仕組みらしいです。マイクラでもしていないと改めて、仕組みを調べることなんてなかった。マイクラってすごい。この社会の歯車って感じ。会社での私に似ています。くるくる回っていればなんとかなります。社畜とも言います。石でベースを作ったら、玄関を装飾していきますね。頭皮の原木を柱にして、デコります。風車や灯台などの形が特徴的な建物を作るときは、だいたいこうやってシンプルな素材でベースを作り、後から柱を組み立てていくことが多いです。柱の位置まで決まったら、ベースの石を一部置き換えて汚しを加えます。今回も年季が入った風車にしたいので汚しますね。石を一部、安山岩、石レンガ、苔むした石レンガ、ひび割れた石レンガに変更しています。塀も同様に変えていますね。2階層目も同様に柱を作って、ベースの石を汚していきます。西洋建築では窓の素材にガラスを使うことが多いのですが、こういった食品を扱う農場や牧場では通気性を重視して、ガラスの代わりにフェンスを使います。小麦粉飛んでいっちゃいそうですが、雰囲気重視です。てっぺんを作ります。手前に風車ができるところなので、できるだけシンプルな形にしています。汚しも加えて、頭皮の原木で柱を伸ばします。屋根は頭皮の板材を使って、シンプルな球状にしようかな。マイクラで建築を続けていると、いつの間にかドット絵で、円を描いたり球を作るのが得意になっているの。あるあるだと思います。これってトリビアになりますかね？風車がちゃんと内部の歯車と繋がっている感じにしたいので、歯車用の柱を内装側から伸ばしています。まずは白樺のフェンスで骨組みを作りますね。
骨組みに沿わせる形で羽を作っていきます。素材は白色の羊毛です。続いて薄灰色の羊毛で、さらに羽が奥にある感じを演出。1ブロックしか奥行きはないのですが、色を変えると影っぽくなっていい感じ。どうかな？あとは建物の周りをそれっぽく装飾。これで風車の外装完成。これから風車の内装を作ります。柱をたくさん作って丈夫そうな作りにしますね。上まで柱を作りました。この狭さで歯車作るの、無理あるな。とりあえず、これは製粉したての小麦粉。いいね。この狭さで歯車や石臼を作るのは難しいのですが、なんとなく上の風車から動力が来ている感じを表現したいので、それっぽくつなげてみますね。これで風車自体は完成です。続いて住まいを作ります。小麦農場さんのお家とは、雰囲気を変えて、小さめの住まいにしますね。風車を目立たせたいという意図もあるのですが、小麦農場さん家は大きな農場を、一人で管理しているイメージが湧かなかったので、大きめに作っています。風車の高さを強調するために、こちらのお家は平屋にしますね。なんとなく玄関から作っています。本当は小麦粉用の倉庫も作りたかったのですが、この後作るパン屋さんの近くにあった方が見栄えする気がするので、今回は風車と住まいのみ作りますね。ここの家主さんが食べる分だけちょこっと設置してみようかな。フローリングは美味しそうな感じにしてみます。樹皮を剥いだオーク、頭皮、白樺、ダークオークの組み合わせです。後で内装を作ったら見えづらくなるんですけどね。ロマンです。狭くて見えづらくなっちゃうし、先に内装を作っちゃおう。
ちなみに今回の建物の制作時間は2時間半。6倍速でお送りしております。一部作り直したところもあったので、同じ建物をまた建てるときはもう少し短いかも。これだけ広い小麦農場ならもう1棟あってもいいかもしれない。とお話ししている間に屋根を作り始めております。素材は滑らかな石とハーフブロック。磨かれた花崗岩とハーフブロックです。平べったいアーチの屋根にしますね。手前は簡易倉庫にします。屋根がついているだけで壁のない簡易的なやつ。個人用のスペースなので小さめです。風車と同じく苔むした石レンガの塀を使って、年季が入った感じにしています。焚き火を使って屋根も作りますね。このお家用の小麦粉も置いとこ。風で飛んでいきそう。多分袋詰めされているはずなので、大丈夫。火の消えた焚き火を使って、干し肉、干し魚を作っている感じにしてみます。これで住まいも完成。あとは装飾。植物系のブロックを使って、もさもささせますね。今回作った建物の形に合わせて小麦農場も広げておきます。これで風車小屋の完成です。最後に、今回作った建物を歩いて、ご紹介しますね。小麦農場は風車小屋の、ギリギリの位置まで広げておきました。道も整備しておりますが、農場でまっすぐ過ぎる道だと、逆に気持ち悪かったので、程よくウェーブさせております。風車の内部はこんな感じ。整備用のはしごなども作りたかったのですが、スペースの関係で断念。今後作ることがあればもう一回り大きいものに、チャレンジしたいです。こちらは住まい。こじんまりとしたものを作りたかったので、イメージ通りに作ることができて、満足。玄関で靴を脱いだら、美味しそうなフローリングの先に、ワンルーム。いい感じに出来上がったんじゃないかな。次回は小麦系の最終段階。パン屋さんを作りますね。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。